はい、皆様お疲れ様です。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回なんですけど、今回はね、急遽裏波仕様になった配管をどのように直していくのかというのをね、解説していきたいと思います。はい、今回はね、普通にね、溶接今回したんですけど、いきなりね、裏波を出してくれということなので、急遽ね、補修しなきゃいけなくなったので、このねトーチを使って、どのように裏波を素早く直していくのかをねやっていきたいと思います。普段ですね皆様タングステンをね普通にこのようにねトーチをこうね舐める場合とかね径がでかければこの状態でねピュッとこう舐めたりすると思うんですけど、今回はねこれサイズがインチ半なので、このようにねタングステンを曲げてねこのように曲げちゃって、トーチをね中に突っ込んで直していくやり方をやっていきたいと思います。この後はねどのようにねタングステンを曲げてやっていくのかというとですね、普段皆さんこのようにねまっすぐのねタングステンを使っていると思うんですよ。はい。でもねこれはねちょっとね熱を加えることによってね曲げることができるんですよね。はい。この後のね動画を見ていただければわかると思うんですけど、この中にね、ただねまっすぐのこのタングステンを入れて、トーチをねこのようにしてね、やったところでですねタングステンをこう伸ばしてやってもですねこのように配管の中に入れたところで向こうのね奥の方にしか火が飛ばないと思うんですよ。でもタングステンを曲げることによってね手前側の裏波をね舐めることができるので、それをねどのようにやっていくのかをねこの後見ていきたいと思います。はい、そしたらね、こちらの映像はですねとりあえずバックシールだけかけて、裏波仕様ではないのでね、適当にちょっと適当って言ったらあれですけどまあ大体適正電流でね溶接していったんですけどやはりねこのように溶け残りとかね、あるような感じになるんですよね。やっぱりこれほら溶けてないじゃないですか。貝先が残っちゃっているような状態なのでこれをですねなくしてっていうかね裏から舐めていくっていう風にするにはねやはりタングステンをね曲げてやっていくしかないと思うんですよ。ちょっとね普通にやっただけでは多分綺麗にいかないと思うんでね、この後ちょっとその映像を見ていきたいと思います。はい、そしたらですね、ここからは、このタングステンをね曲げていきたいと思うんですけど、皆さんのね工場にねこのような感じでね万力が多分1個ぐらいは多分あると思うんでね、この万力を使って、このタングステンをこのようにとりあえずね先っぽの部分だけねほんと先っぽの部分だけ、このように刺してみてください。はい。そしたらねクレーターの切り替えがパネルの方、まあ、今回はこれ自分リモコン使ってるんですけど、クレーターありなし反復ってこれ3つあると思うんですけど、今回使うのはこのクレーターなし、このクレーターなしのところに合わせてもらうとですね、パチッパチッってこう1回スイッチを押しただけで火が本電流がいきなりパッとこう出てくるような形になるんで、電流大体100ぐらいに合わせてもらうとですねクレーターなしで100にするとスイッチ押した瞬間に大体100ぐらいの、光が出てくるんで、いきますよ。これすいませんアースつけてなかったです。申し訳ないです。はい、そしたらですね、アースつけたので気を取り直してやっていきたいと思うんですけど、スイッチを押した瞬間にねこうやって100の電流100アンペアに合わせてるんですけどだいたい100ぐらいでねこうやってパッとね、このようにね、いきなり100アンペアの電気が出るので、
皆さんも試してみてください。このぐらいのね角度をつければね、だいたいもうちょいやってもいい、まあこのぐらいでもまあ大丈夫ですかね。このぐらい曲げるとですね、手前側のねビードに届くのかなと思うので、ちょっと実際これでやっていきたいと思います。はい、どうでしょうかね。このぐらいの角度をつけるとですね、ちょうど多分届いてますね。はい、ちょっと見づらいかもしれないんですけど、どうですかね。まあだいたい届いてますね。はい、この角度で、はい、この角度で多分大丈夫ですね。はい。でですね、これピタッとこうね、配管にくっつけるとガスがちゃんとね、行き渡るのでね、そこら辺もちょっと加味しながらちょっと見ていきたいと思うんですけど、このね、溶け残り、要するに IP ですよね。貝先の溶け残りの部分をね、こんな感じで照準を合わせて、この後直してみてみたいと思います。はい、次の動画を見てみてください。はい、先ほどのね、曲げたタングステンでとりあえず舐めてみました。はい、こんな感じで一周ぐるりとね、舐めて、補修ですよね。レントゲン取るわけでもないのでね、別に、見た目のね、裏が出てるなっていうぐらいのレベルの配管なのでね、裏をね、お客さんとかに見られてもね、このぐらいだったらちゃんとやってるなっていう感じでね、ごまかせるよっていうことですよね。はい、このライトを当ててみてもね、ちゃんと裏波が出てるなっていうのが分かるのかなと思います。はい、こんな感じでですね、急遽裏波を出さなきゃいけないという配管をね、補修するという動画を作ってみました。皆さんもね、ぜひね、いきなりね配管のね裏波を出さなきゃいけないとかっていうことになったらですね、こんな感じでタングステンを曲げて、補修してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルはですね、このようにねちょっとした裏技とかですね、配管の技術、皆様の、溶接スキルのアップにつながるようなことを配信していければなと思い、日々動画を配信しております。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画も楽しみにしていてください。もしもね、この動画が良かったなと思えた方は、コメントなんかも気軽にいただければ幸いに思います。もしよければね、チャンネル登録もしていただけるとありがたいです。嬉しいのでね、チャンネル登録していただければ嬉しいです。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次の動画も楽しみにしていてください。それではありがとうございました。失礼します。